冷凍卵、冷凍効果で黄身がもちとろ、おすすめレシピを紹介します。ということですね、卵はですね、冷凍すると、黄身が硬くなるんですね。こう、もちっととろっとした食感に変わるんですね。その変化が面白いってことで、今日はその新たなこの冷凍レシピをですね、ご紹介したいと思います。はい、ということですね、卵を冷凍するところから始めたいと思います。ラップにこう卵を置いて、で、こう包むということですね。卵は内側の水分がですね、膨張して殻にひびが入るんですね。しっかり凍るまでは実は割れやすい緩衝材って意味でもこのラップを巻いてます。で、これ全てラップして、ジップロックに入れます。軽く空気を抜いて、で、ジッパーを閉じると。卵ってこの塊のまま、冷凍するので、中心部分までしっかり凍らせるのに時間がかなりかかるんですね。ですので、もう24時間以上、丸1日以上必ず、冷凍してください。卵冷凍しました。こういう感じで、この殻にはもうひびが、入ってるんですね。で、これは中の水分が膨張するので、この殻が割れるっていうのは必ず起きることなんで、安心してもらえればと思います。で、解凍するんですけども、今回流水解凍にしたいと思います。直接、水をかけます。冷凍卵なんで、やっぱすごい時間がかかるんですね、解凍に。で、流水解凍は、比較的早く解凍が進みますので、おすすめしてますね。まず1品目はですね、黄身の醤油漬け作りたいと思います。解凍した黄身をですね、取り出して、大さじ2入れますね。みりんも大さじ2。で、この状態で10分つけますね。中は冷凍効果でこうもっちり美味しい黄身になってますので、大葉の上に乗っけたいと思います。仕上げに少しごまを振りたいと思います。冷凍卵の黄身の醤油漬けの完成です。白身が残るので、スープの中にですね、白身入れてですね、白身を無駄なく使っていただくといいかなと思いますね。で、次はですね、冷凍卵のふわふわバター醤油丼っていうものを作りたいと思います。白身と黄身をですね、分けまして、で、白身をこれ活用するレシピになるので、これをフライパンで炒めたいと思います。バターがですね、これ有塩で 5g。で、これで中火にかけます。ちょっと温まったら白身を入れます。ふわっとさせますね。醤油を本当にちょっとだけ、小さじ1/2ぐらいですけど、大雑把で大丈夫ですね。ご飯を盛って、で、ここにその白身を入れます。取り分けておいたこの黄身をですね、これを乗っけます。で、仕上げに醤油ですね、小さじ1/2ぐらいかけてください。冷凍卵の白身がふわふわの丼が完成しました。で、続いてはですね、黄身を生かした、冷凍卵の黄身のピリ辛コチュジャン丼っていうのを作りたいと思います。で、今回はですね、この黄身2個用意していますが、この1個はですね、もう潰しちゃいます。コチュジャンですね、小さじ1入れます。多めでも美味しいかなと思いますね。で、水を小さじ1入れます。で、砂糖を小さじ1/2入れます。で、醤油を小さじ1/2。で、ごま油を小さじ1/2入れます。で、ここはしっかりと調味料が混ざるようにしてもらえればと思います。で、丼にご飯を盛ってですね、刻んだ青ネギですね。これを真ん中にのせます。先ほどのかき混ぜて作った、黄身のコチュジャンソースですね。で、全体にかけますね。冷凍卵の黄身を使ったコチュジャン丼の完成です。冷凍卵1個でダブル目玉焼き&天ぷらをやりたいと思います。解凍しなくても食べられる方法、調理方法のレシピを紹介しようと思います。ということですね、こちら冷凍卵になります。今回はですね、凍ったまま使うレシピをやりたいと思いますね。ラップ剥がしまして、凍ったまま水をかけて、この殻が剥けるんですね。綺麗に剥けます。まず最初にですね、これを使ってダブル目玉焼きを作りたいと思います。卵をですね、凍った状態で半分に切って、で、それをフライパンで焼くと、1個の卵から2個の目玉焼きができるという、そういったレシピをやりたいと思います。
卵を半分に切るんですけども、黄身の部分が半分になるぐらいに入れてもらえればいいかなと思いますね。切り込みみたいなものを入れた後、上からこう押してあげるっていう感じですね。こういう感じですね。ゆで卵みたいに見えますけど、これ実は凍った状態なんですね。で、このままフライパンで焼くという感じですね。サラダ油、大さじ1ぐらいですね。で、ここでさっきの、カットした冷凍卵ですね。で、これをそのまま上に乗っけます。で、この状態で中火にかけます。で、このちょっとパチパチという音がしてきたら、ここで水を加えて蓋をします。で、これでちょっと蒸し焼きにするわけですね。黄身の真ん中の部分が色が変わってきたら大体 OK ですね。こんな感じですね。これで1個の卵から2個の目玉焼き、ダブル目玉焼きの完成です。次のレシピはですね、冷凍卵の醤油ダブル目玉焼き丼を作りたいと思います。なのでまた、凍ったまま、半分に切って、これをフライパンで焼きたいと思います。油はですね、少量で、いいので小さじ1ぐらいですね。で、ここに、カットした、冷凍卵ですね。断面を同じように下にしてフライパンの上に乗っけます。で、これで中火にかけます。で、この白身の部分がちょっとパチパチとしてきたら、小さじ1の水を加えて蓋をします。で、ちょっと火力も弱めて弱火にしてもらうといいかなと思いますね。今回はこれをひっくり返して片方の面もですね、焼こうと思います。ちょっと早めにひっくり返しちゃうと思います。いい感じですね。で、ちょっと仕上げに、醤油を少し垂らします。小さじ1/2ぐらいかなと。で、ちょっと香ばし感を入れます。で、醤油の香ばしい感じが出たら完成ですね。ご飯を、盛ってですね、この千切りキャベツを乗せたいと思います。要はお好みでっていう感じですね。こちらですね。ドーンって感じですね。で、あとは、好みなんですけども、マヨネーズを添えて完成です。ダブル卵醤油目玉焼き丼の完成です。続いてはですね、冷凍卵を使ったサクサク天ぷらを作りたいと思います。で、まず天ぷらの衣作りからしたいと思います。水が 80ml ですね。で、これをボウルに入れます。マヨネーズが大さじ1ですね。で、入れます。で、この水とマヨネーズを、しっかりと混ぜ合わせます。天ぷらの衣にマヨネーズを入れるとですね、すごくサクサクに仕上がるんですね。ここに薄力粉、これを 50g 入れます。ここからはもうさっくりと混ぜるって感じですね。で、多少粉っぽさが残るぐらいの硬さで OK ですね。冷凍卵ですね、凍ったままカットしたもの、こちらを粉につけて、でこれで油で揚げます。で、今回はですね、フライパンに、ちょっと多めの油、入れてます。卵の半分ぐらいが浸かるぐらい、しっかり入れてもらえるといいかなと思いますね。ちょっと衣がパチパチというぐらいになったら、もう入れても OK ですね。で、これ入れたらですね、この衣も足してあげてほしいんですね。この天ぷらの衣を追加して入れておきます。で、ちょっと下の方がですね、きつね色になってきたら、こちらひっくり返したいと思います。で、全体がきつね色になるように途中ひっくり返しながら揚げていただくといいかなと思いますね。これぐらいきつね色になったらいいですね。で、ちょっと断面見てみたいと思います。こんな感じですね。中はもうゆで卵みたいになってますね。ご飯を盛り付けて、その上にこれをドーンと乗っけちゃいます。存在感がある贅沢な一品になってるかなと思いますね。めんつゆをストレートにしたものをですね、お好みの量をかけてください。特にこの衣のあたりにかけていただくと、美味しく食べれますね。冷凍卵の天ぷら、丼になります。溶き卵冷凍液卵の作り方をやります。卵焼きとかに使うように冷凍したいという方のためにですね、これは溶き卵で冷凍するというやり方になります。はい、それでは溶き卵の冷凍をやりたいと思います。新鮮なものを冷凍するっていうのはやっぱ冷凍の基本になりますので、卵に関してもそれも同じですね。保存袋ですね。こんな状態にして、ここにもう直接卵を割っていきます。で、先にもう空気をここで抜きます。で、この真ん中だけ、空気穴作ってですね、
で残りは全部取れちゃいます。で、中の空気をですね、もうできるだけしっかりと抜いてください。こういう風にちょっと空気をですね、上に上げて、で、中の空気をしっかりと追い出してから、最後口を閉じるという感じですね。で、ここで大事なのは、これを揉みます。はい、感じですね。で、冷凍するときはですね、冷凍庫の平らな部分に置いて、で、平らに冷凍するってことが、大事ですね。口の部分はですね、端っこに置いて、ちょっと持ち上げていただくと、漏れる心配もないかなと思います。冷凍液卵という状態ですね。これをちょっと流水解凍して使ったり、あとは凍ったまま使うってやり方があります。で、溶けてきたら、もうちょっとほぐしてあげると、より早く溶かすこともできますね。凍った部分が部分的に残ってるぐらいがいいですね。冷凍溶き卵はですね、必ず加熱調理で使ってください。やっぱり一度割って、外から要は菌が入ってくる可能性があるということなので、しっかり加熱をしていただければと思います。で、ここにですね、塩とか砂糖とか、調味料を入れて、ここで揉んで卵焼きにするとかですね、オムレツにするとかですね、そういった使い方もできるかなと思います。続いてですけれども、凍ったまま調理するっていうやり方をご紹介したいと思います。で、卵焼きにしようと思いますので、油を先に入れます。で、ここにですね、卵。これをですね、薄く平らに冷凍してるので、こういう風にパキッと、こういう風に折ることができるんですね。直接入れちゃいます。で、この状態で、火にかけますね。で、味付けはですね、もうこのタイミングでするので、塩ですね。もともと、液卵の状態で先に味付け、調味料入れてても OK ですね。で、火力はですね、中火よりもちょっと弱めの中弱火ぐらいがいいかなと思います。で、途中、こういう風に砕いてあげると、より早く溶けますね。で、何回も巻くってやつは、やっぱり一度解凍してから半分だけ入れて、何回もこう巻いていくってやり方でいいと思うんですけど、これはですね、ここで溶かすっていう作業が必要なので、もうこのまま巻いて完成という形にしたいと思います。もうこれで完成ですね。冷凍溶き卵で作った卵焼きです。丸ごとの冷凍だと黄身が本当に固まって、独特の面白い食感になるんですけども、こういった卵焼きにはできないので、そういう意味ではこの溶き卵冷凍はですね、卵焼きもできるという感じですね。で、焼いた後にフライパンだったら、その後チキンライスとか入れてですね、オムライスにするっていうのが結構おすすめですね。で、卵に自体、だしとかですね、そういったものを入れたい場合はですね、やはり一度解凍してから、そういった調味料を入れて、で、混ぜて作っていただくといいですね。で、あと卵焼きでも何層もこう巻いていきたいっていう場合は、やっぱり一度解凍してからやるのがいいですね。で、ただその解凍する時もですね、長時間放置っていうのは良くないので、やっぱ生の卵になりますので、凍った部分は一部残ってるぐらい、しっかり冷えた具合で留めるっていうのがやっぱいいかなと思いますね。衛生面には気をつけてですね、楽しんでいただければと思います。